気温がどのぐらいなのかな。7度ぐらいですか。で、路面はまだいけてると思います。多分今の時間だと日本の路面温度と同じぐらいかな。ですからコースを入ってコーナーに100番抜けるぐらいまではゆっくり、まあ一周だな、一周ゆっくり材料あったので今のいいミーティングだったと思います。で、やっぱりそれにはもう皆さんの情熱もありますけども、やっぱり NSX が楽しめる車、ドライバビリティのいい車に仕上がったということ。はい、鈴鹿 NSX ミーティング終了しました。いやー、2日間楽しかったっすね。左方向です。その先90メートルで右方向です。パーティーも楽しかったし、走行も楽しかったし、
南コースはベスト更新できたけどフルコースは無理でしたね。右です。まあでも目標にしていたいっぱい走るっていうのはあったので、そこは良かったかなと思います。今日は三重川越までの行き方をちょっと今までのルートとは違った行き方をしようかなと思います。まあ、今までは来る時のルートの逆で行ってたんですけど、まあ、早く23号に乗れてしまった方が楽そうなので、ちょっとそのルートに行こうかなと。あれですね、上走ってるやつが23号線なので、そこから入ると。確かにこっちの方が楽かもしれないな。行きはガソリン入れたいんでいつものルートだけど、帰りはこのルートの方がいいかもしれない。はい、あとはこのまま三重川越まで23号線直進というとこですね。まあいつもの23号線渋滞がどのくらいあるかだな。サーキットを出発して50分かな。23号ずっと走ってきましたが、50分ほどで三重川越インターに到着です。今日も結構渋滞してたけど、まあそこそこ渋滞しても50分ぐらいで来れるので、鈴鹿インター経由で来ると40分か45分ぐらいなのかな。まあただ高速周りでもね混んでいることはあるので、まあそういう意味じゃどっちもそんなに変わらないかなって感じがします。それだったら距離が短くて高速料金もちょっと安い下道ルートもありなのかなという感じで、僕はいつも下道を使っています。で、ここからは伊勢湾自動車道に合流していきます。もともとは厚木までは新東名を使うつもりだったんですが、中井パーキングから大井松田あたりまでが工事渋滞なのかな、事故渋滞なのかな、結構渋滞してるっぽくてですね、まあ最新情報だと5キロぐらいって書いてありましたね。新東名走ってる時一番長かった時は14キロとか書いてあったんですけど、まあちょっとねそんな渋滞の中突っ込むのは嫌だということで、東名周りではなくて中央道周りで帰ろうということで、一旦富士五湖道路側に逃げてきております。はい、それで、油温対策なんですけれども、まとめの動画は作らないと言ったんですが、まあちょっと本当のまとめとして作るかどうかは別として、一旦ちょっとこの帰りの間を利用して
今回の結果がどうだったかとかっていうのはちょっとお話ししようかなと思います。で、結論から言うと、まあ車載動画を見ている人は答えが分かっていると思いますが、結局ダメでしたと。まあきっとオイルクーラーが目詰まりしてて冷却性能が落ちてるんだろうって、まあ、仮説を立ててエンジンクリーナーでその詰まりを解消できないもんかと思ったんですが、まあ結果はダメでしたね。走り始めから5周ぐらいまでは125度ぐらいまでで収まっていたんで、これは結構いけてるのかなって思ったんですが、まあそのまま7周8周と連続周回して全開走行を続けていたらですね、結局最大で137度まで行ってしまいましたと。まあこの値は前回12月の時と一緒の値で、ってことはあんまり意味なかったねという感じになりました。まあ残念ではありますが、もうこれはね、クーラーコアを変えてみようということで、まあ次の対策は一旦クーラーコアを変えてみるというところかなと思います。まあそれで解決するかどうかはちょっとここまで来てしまうと分かんないですけども、とりあえず試せるのがクーラーコアを変えることぐらいなので、まあちょっとねそこから試してみようかなってところですね。はい、次回鈴鹿を走るのは、また12月になるのでだいぶ期間が空きますが、その間にクーラーコアを変えたりだとかと合わせて検討してもらおうかなと思います。ということで、異音対策については不発に終わりましたということでした。まあでもね、異音対策は不発でしたけど、鈴鹿は2日間しっかり楽しめたので、まあ大して落ち込んだりとかそういうのはないんですけどね。1日目は走行はなかったもののパーティーとか楽しかったし、2日目は南コースでベスト大幅更新できて、まあこれはね、去年だっけな一昨年だっけかな、路面張り替えしている効果でしょうね。もともと57秒いくつだったかな、ミスタイヤの時に。今回56秒7かな。 TSPF 上は56秒69という表示になってましたね。ということで1秒ぐらいベスト更新できたかなというところで、とても嬉しかったでおよす。そ 1km 杉吉台に直進です。フルコースの方はね、ベストの1秒落ちというところであんまり振るわなかったんですが、まあ、とりあえず今回はベスト更新が目的というよりも異音対策の結果を見るっていうことと、あとは毎回あんまり周回数走ってなくてですね、なんか自分的には今回も結構走ったなって結構ね満足感持って家帰るんですけど、家帰ってからデータロガーとか見てみると、あれ10周走ってないぞとか、多くても12周とかっていう感じで、なんだあんなに満足感あったのにこの程度しか走ってないんだ、せっかく2時間枠で走ってるのに
ちょっとこれはあまりにも走らなさすぎてもったいないなというふうに思っていたので、今回は、計測ラップで20周を目標にちょっと走ってみました。さすがにね20周ってなるとかなり頑張って走らないといけないんですよね。まあおかげで計測ラップで21周だったかな。 DSDF に、今計測ラップ何周目とかっていうのが出るんですが、それで見る限りでは、21周だか22周しているので、まあしっかり走るといったところの目標は達成しています。おかげで体が結構疲れてますね。なんか筋肉痛も始まってる感じで、さすがに20周はなかなかハードでしたね。まあでも楽しかった。やっぱ鈴鹿いいですね。富士急ハイランドだ。さて、とりあえず鈴鹿のまとめイオン対策はこんな感じでした。まあまだまだ家まで2時間ぐらいあるかな。結構疲れてるけど事故らないように気をつけながら帰りたいと思います。では今回のまとめはこんなところで終了したいと思います。ではまた。失敗。芝生攻撃を食らった。